こんにちは、たびくらです。ご視聴いただきありがとうございます。本日はキャンピングカーの自動車保険についてお話ししていきたいと思います。我が家もキャンピングカーの購入の際に、車体が大きいキャンピングカーって自動車保険が高くなるのかなとか、今加入している保険はそのまま継続加入できるのかなと疑問に思ったことがあります。そこで今回はキャンピングカーの保険の種類について、キャンピングカーと普通車の自動車保険の違いについて、キャンピングカーの自動車保険を選ぶ際のポイントについてお話ししていこうと思います。キャンピングカーの自動車保険ってどうなるのと思ったことがある方の参考になれば嬉しいです。キャンピングカーの自動車保険の種類。まずキャンピングカーが加入できる自動車保険は、自賠責保険といわれる強制保険と自動車保険、任意保険の2つで、一般の自動車と同じです。この動画を見られている方は普段自動車に乗っている方が多いと思いますので、自賠責保険と任意保険の違いについてはご存知だと思いますので、今回は説明を割愛させていただきます。キャンピングカーと普通車の自動車保険の違いについて。まず保険料の違いについて。自賠責保険の保険料は車種ごとに決まっていて、沖縄、離島を除いて全国一律となっています。保険料は車種によって異なりますが、キャンピングカーは多くの場合、特殊用途自動車と言われる8ナンバーに分類されていますので、その場合24ヶ月では22,450円、自家用自動車が2万トンで10円なので、さほど金額は変わらないですね。自賠責保険をかけるタイミングは車両購入時と車検時になりますが、キャンピングカーの車検は初回も継続も2年ごとです。通常の自家用自動車の場合、初回の車検は登録から3年後、それ以降は2年ごとになりますので、ここは大きく違う点ですね。ただ車検費用は仮想部分のメンテナンスが必要でなければ、一般の自動車とほとんど変わらないようです。続いて任意保険の保険料は、加入者の条件や保証内容、加入する保険会社で大きく変わってきます。この点も基本的には乗用車と同じなのでイメージしやすいかもしれません。乗用車とキャンピングカーの任意保険で変わることが多いのは、車の使用目的ではないでしょうか。任意保険に加入する際、契約する車の使用目的を日常レジャー、通勤通学、業務の中から一つ選んで申告するんですけれども、通勤通学に使用することが多い普通自動車と異なり、キャンピングカーの用途はもっぱらレジャーになるかと思います。年齢や運転者の範囲、免許証の帯の色や等級など他の加入者条件が同じの場合、日常レジャーの方が通勤通学の目的より2500円から3000円程度保険料を安めに設定している保険会社が多いようです。それは使用頻度が低いので事故のリスクが低いという理由のようです。キャンピングカーは設備も含めると一般的に高価なので、保険料も高いと思われがちですが、保険料の金額に大きな差はありません。むしろ安くなることもあるようです。理由は先ほどもお話ししましたが、事故のリスクが低いためです。キャンピングカーは一般的な自動車よりも数が少なく、使用用途なども限られています。またスピードも出にくく、大きな事故につながるケースは少ないです。そのため事故の割合も低く、
一般的な自動車と比べても保険料が安めに設定されているケースが多いそうです。また対人対物賠償や傷害保険、車両保険など基本の保証を手厚くするほど保険料は高くなっていきますが、そこは普通車と同じですね。キャンピングカーの任意保険を取り扱っている保険会社は少ない？キャンピングカーは乗用車と比べ構造的にも法律的にも大きく異なります。また生産台数や流通台数で見ても乗用車より圧倒的にその数が少ないため、車両データや事故発生件数、被害状況などといった各種の統計データが集まりにくい傾向にあります。さらにその多くが改造車なので、車種や型式が同じであったとしても装備や構造によって大きくその車両価格が変わります。そのためインターネットやスマートフォンで簡単に申し込みというわけにはいかず、窓口への問い合わせが必要になります。しかしキャンピングカーの任意保険を各保険会社が取り扱っていないわけではありません。保険会社へ電話したりする手間はかかりますが、通販型、代理店型どちらも多くの保険会社がキャンピングカー用の保険商品を用意しています。ここからはキャンピングカーの自動車保険を選ぶ上で覚えておくといい4つのポイントをご紹介させていただきます。等級を引き継ぐことができるかどうか。一般向けの自動車保険には1等級から20等級までのノンフリード等級というのが存在し、等級が上がるほど割引率が増して保険料が安くなります。そのためキャンピングカーの場合、ノンフリード等級が引き継げるかどうか気にされている方も多いかもしれません。結論から言うと、キャンピングカーでもノンフリード等級を引き継ぐことができます。さらに言えばキャンピングカー同士はもちろん、乗用車からキャンピングカーへの等級引き継ぎも、またその逆も可能です。キャンピングカーと普通乗用車は法的に区分されていますが、この2つの車両は自動車保険の保険適用範囲や加入条件が共通する自家用8車種に属しているため、等級の引き継ぎが可能だそうです。なお、自動車保険の適用範囲や加入条件を指す指標として、その他にも自家用5車種や6車種というのがあります。キャンピングカーをはじめとする特殊用途車両はこれらには含まれていません。そのため加入条件を自家用5車種や6車種に限定している自動車保険にキャンピングカーは加入できませんし、ノンフリード等級も引き継げないので、そこは注意が必要です。キャンピングカーの自動車保険を取り扱いしている主な会社はこちらになりますので、参考にされてみてください。ロードサービスの充実度。キャンピングカーはスピード走行による重大事故や人身事故に遭う確率が普通車より低い傾向にあるそうです。一方、山や海などの自然豊かな場所ではバッテリー上がりやパンク、脱輪などといったトラブルに遭う可能性は上昇します。さらにこういった場所は近くに修理工場やガソリンスタンドなどトラブルを解決してくれる施設が少ない、もしくは離れているということが多いです。そのため自動車保険に付帯されている応急処置やレッカー移動などの労働サービスの充実度が重要な要素になると思います。レッカー移動に関しては自宅の近くであれば数キロで済むこともありますし、山の中の事故ともなれば数百キロになることもありますよね。また事故が夜中であったり、修理工場が休みの場合などでも距離が長くなる場合がありますので、しっかり保証の内容までチェックするのが重要かなと思います。
車両保険の上限金額と面積金額。車両保険に加入しているからといって損害がいくらでも無制限に保証されるわけではありません。車両保険には保証の上限金額というのが契約時に決められていて、契約車両の時価によって変わってきます。キャンピングカーの場合、改造の程度や装備によって車両の時価が大きく異なり、高額になるケースもあります。そのため、契約前にいくらまで車両保険で保証されるのか、上限金額をしっかり確認することが大切です。また、キャンピングカーはその性質と用途から飛び石や枝木への接触、落下物などによって細かい傷やへこみなど軽めの損害を受けることが多くあるようです。この点と大きく関わってくるのが車両保険の面積金額です。面積金額とは言い換えると修理代の自己負担額です。仮に車両保険の面積金額が10万円に設定されている場合、10万円以下の修理や板金などに関しては車両保険で保証はされずに契約者が自己負担することになります。この面積金額もキャンピングカーを維持するコストに大きく関わる要素となりますので、保険加入時にいくらになっているかもチェックしておいた方がいいですね。車両保険が適用される範囲。車両保険には適用範囲の広いタイプと適用範囲が限定的なタイプの2通りがあります。適用範囲の広いタイプは地震や津波、噴火などを除きほとんどのケースで保険が適用されます。一方、適用範囲が限定的なタイプは地震や津波、噴火などによる保証に加えて自転車との接触事故や当て逃げ、単独事故などでも保険が適用されないので注意が必要です。また、キャンピングカーはキッチンやトイレ、電化製品など一般的な車にはついていない付属品を数多く備えていることがあります。加入した保険が付属品まで保証してくれるのかどうか、適用範囲をしっかり確認しておくことが大切です。DIY で改造したキャンピングカーは保険に入れるかどうか。自分で改造したキャンピングカーであっても安全基準に適合している合法な改造車であれば問題なく保険に加入できるそうです。反対にプロが改造した車両や専門店で購入した車両であっても違法改造が少しでもされている場合は自動車保険には加入できないそうです。また、保険加入時は合法であってもその後の改造が違法だった場合、保険金が支払われない可能性が高いようですので注意が必要です。いかがだったでしょうか。キャンピングカーは同じ車種や型式であっても改造内容や装備が異なれば車両の価値が大きく変わってきます。そのため乗用車の保険よりも加入できる保険会社や保証の内容によって保険料も差が出てくるようです。ネットを活用した一括見積もりなどはできず、多少手間と時間はかかりますが、複数の保険会社に問い合わせをして見積もりを取ることをお勧めします。そして保険料はもちろん、保証の範囲やロードサービスの充実度、付帯できる特約の種類まで細かく比較して自分のアウトドアライフにマッチした自動車保険を選ぶようにしましょう。実際に保険料は各保険会社に問い合わせをして見積もりをしてみましょう。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。